ということになりましたが、もう襲名されて3ヶ月経ちましたが、心境の変化などは親方いかがでしょうか。まず37代じゃないんで、73代でした、大変失礼いたしました。73代横綱照ノ富士、伊勢ヶ濱親方になりましたが、心境の変化はいかがでした。相変わらず、やってます。どうですか、指導の方は。そうですね、やっぱり難しい部分もあれば、楽しい部分もあるし、来年の1月30日に断髪式引退相撲ということになりますけれども、準備の方は順調でしょうか。そうですね、本当にやることが、ちょっと多くて、どこからどうやってやればいいか分からないっていう、あっという間に来そうですね。そうですね、さあ、部屋のお弟子さんの皆さんですけれども、上位でも通用するんじゃないかなと思ってますし、やっぱ力はやっぱりありますよね。錦富士、そして都知大会には敗れていますが、欧勝海、ここまで好調という今場所になっています。明日からは終盤戦です。今日は中盤戦のラスト10日目、獅司欧勝海で始まります。右を差し右を回し取りに行ったが取れなかった欧勝海です。左の下手取ったが右の上手は欧勝海が寄りました。重量の欧勝海、今日も勝っています。力強さ、欧勝海感じましたか。そうですね、もともとから幕下の時からずっとこのいいお相撲さんが出てましたから、筆頭の欧勝海24歳です。立ち合い下から当たっていこうという欧勝海、右の前回しを取って寄っていきました。大型獅司を破ったという欧勝海です。相撲感が全く違うので、まだそういうなんていうんですかね、熱とか病気で、体重を落とすっていうのはやっぱり力出ないわけですから、稽古して。さあ錦木、一つでも多く勝ってラストを迎えたい、終盤を迎えたいという今場所になりました。この対戦は錦木が2勝、翔猿が5勝で迎える8度目の対戦です。右を差しに行きましたが、今度は錦木が左を差した。右の回しは取れるか。寄る、体を起こしに行って錦木勝ちました。2勝目を挙げています。これで2勝8敗、10日目が終わって2勝8敗であと5日間ということになりました。翔猿敗れて流れですかね。普通は確実に勝ってると思うんですけど、ここから体をうまく起こして寄っていきましたが、最後は左足か、左足が出ていました。勇み足ですかね。勇み足でしたね。翔猿が勝ちました。錦木がよりなんていうんですかね、もうそういえばこういう体になりたいっていう目標を立てないといけないのかなって自分で今思ってますね。そうですか。なんか中途半端にやりたくないんですよ。やるならもう徹底的に目標を決めてやりたいと。どうでしょうか。すっとスリムになられる親方もいればね、まだお弟子さんたちと稽古をする親方もいらっしゃったりしますからね。そうですね。さあ時間です。友風朝交流戦、左に変化しました。朝交流が勝っています。お互い手の内を知るという2人ではありましたが、左に変化しました。日体大同士、朝交流が勝ちました。どうですかね、立ち合いからふわっと左に変化、叩き込みました。出てないですもんね、足の動き、立ち合いの足の出方が少し遅かったでしょうか。
30代半ばになってきました。幕内37場所目、ここまで親方竜電好調ですよね。そうですね、今場所調子いいですね。竜電は最高位は西の小結です。明生は幕内在40場所目を迎えます。さあ明生対竜電戦です。先に左手をついた竜電、下から当たっていった。左を差そうとする。右の上手取っています竜電です。左の下手は明生やや厳しい形か。送り出しました竜電、勝って勝ち越しを決めています。今場所好調、10日目で勝ち越しを決めたという竜電です。2敗を守り切りました。先に引いたっていうのは一番のポイントだったんじゃないですかね。右の上手ですね。やっぱりこここでの届いたでしょうか。四つ相撲で、下手取って相撲を取るっていうのはやっぱり残すしかないので、だから先に上手を引いた方がやっぱり有利になるので、そして右の回しを取っての送り出しでした。だけど先にその体勢を作ったのを竜電、親方はもう若い時から力士になる前から運動神経良かったですか。いやどうなんですかね、やっぱ足も速かったし、俊足だったんですね。普通にバスケとかいろんなのはできてましたけど、ある程度はですね。球技もお好きだったですか。はい。球技もボールを使う球技もお好きですか。いや、好きっていうより周りがみんなやってたから、普通に一緒になってやってたんだと思いますね。親方足が速かったと。さあ湘南海時疾風戦です。一気に寄りました時疾風、スピードがありました。運動神経身体能力抜群、時疾風が勝っています。この対戦は2対2で迎えましたが、時疾風が3対2としました。体重の重さという点はあまり関係なく、関係ないですね。本当に動きの中であっという間のスピードでした。下に潜り込んでからの寄り、右の回しを取って寄り切りました時疾風です。90キロ前後あるという御嶽海です。頑張ってほしいですね。そうですよね。30代半ばが近づいてきたという御嶽海です。御嶽海好調時の突き押し相撲なんかは親方受けていていかがでした。いや本当になんていうんですかね、中心がぶれないで、軸がぶれないですか。もう強かったので、もう一回その時の気持ち取り戻して頑張ってほしいなと思いますね。最高位は大関です。御嶽海一視線、左に変化した。最後左の上手持っていたでしょうか。ここは御嶽海当たらずに左側に動いてきました。御嶽海はこれで3連敗ストップです。4勝6敗、日翔志を破っています。日翔志は4勝6敗。かなり相手の動きです。2005年生まれの20歳です。幕内でもやれることをしっかりと確かめて証明していきたいというふうに話していました。先場所は10番取りました。一方佐田の海は生涯134場所目です。初土俵はこれから22年前の2003年の3月場所でした。初顔合わせ、佐田の海か藤の川か。おっと呼吸が合いません。仕切り直し、足場を固めた藤の川、声を出しながら当たった。
右の回しは取れない佐田の海、左の回しは取れている佐田の海、残りました。土俵中央、右の下手はどうか、投げに行こうとするが佐田の海はうまくかわす。寄る、どうか。佐田の海ベテラン38歳でした。20歳と38歳の決戦は佐田の海に軍配が上がりました。相撲がもうすぐにこう胸合わせちゃダメなんですよね。藤の川、はい、やっぱり力強さがあるんだろうけど、やっぱこの身長差があると胸合わせちゃダメだと思うし、ここからのこの佐田の海関の寄り方も上手ですよね。最後キリキリの感じ出して相撲を取ってほしい。置いてくる人の方が自分は楽だったかなと。対応しやすかったですか。この身長がちっちゃくて下からこう起こされてくると本当にやりづらい部分もあるし、まあ、でも本当に裏関の場合は何やるか分かんないんで、とにかくもう構えて待とうっていう感じで思ってましたね。なるほど。さあ宇良と狼雅初顔合わせです。強く当たってきたが宇良が出た、前に出ました。一気に前に出ました。あっという間の決着です。宇良のスピード、強く当たって前に出ていきました。こういう相撲取られると一番嫌ですね。これですね、芯強くまっすぐ当たってくる、そうですね。強さがありました宇良です。立ち合い早い動き、下から当たりました。そのまま右を差して一気に押し出します。あっという間の決着でした。この狼雅関も決して軽い人ではない、残り腰もあるし、隆の勝を勝ってきています。全勝、ここまで横綱豊昇龍1敗、追って大の里正代。前からも充実の稽古を行ってきた隆の勝です。10対9、1勝リード隆の勝で迎える20回目の対戦。ゆっくりと正代が腰を下ろしました。さあ始まった。喉をつく隆の勝、体を起こしにいった正代が少し下がった寄る、押し出しました。隆の勝勝って正代敗れました。正代2敗目、隆の勝勝って2敗をキープ。立ち合い親方起こされましたかね。形で、まあ、いつも通りの相撲なんじゃないですかね。この喉は、終始隆の勝のペースで正代が敗れました。28歳、相撲を始めて今年でちょうど10年になるという欧勝馬です。欧勝馬の印象なんか親方どうですか。若い頃から見ていて印象は変わってきましたか。いや、なんていうんですかね、まあ、学生の時に取ってたそのレスリング的な形はずっと崩さないですね。いや、変わりませんか。まあ、はたき込み、はたきに行くスタイルが多いという欧勝馬ですが、強く当たった、前に出た、迫力、圧力ありました、欧勝馬。あっという間に美ノ海を破りました。まあ、こういう相撲をずっと取っていけばですね、本当に三役っていうのはすぐに見えてくると思うんですけど、まあ、今場所前にも何しに来たんだっていうそうでしたか感じでちょっといろいろアドバイスしてあげてたんですけど、今日は全く地元も同じ、そうですね、故郷も同じ、昔から知ってらっしゃいましたか。いや、そんなことないですけど、日本に来てから高校時代の時から知ってる。そうですね、いろんなこと、本当に勉強熱心の子で、相撲もそういう感じで熱心に考えてやってると思いますね。さ
さあ大野勝金峰山戦始まりました。突き放していこうという金峰山です。前に出た。金峰山が勝っています。大野勝から初めて勝ちを得たという金峰山でした。さあ立ち合いです。下から突き放していったという金峰山。立ち合い遅れましたか？そうですね、立ち遅れて、金峰山ぜひ大栄翔戦ですが、どんな取り組み内容にしてもらいたいですか？いや本当に後で後悔なく、ずっと最悪張ってる力士と、大関狙えるような力士と今やるわけだから、それを自分の力がどこまで通じるかっていうのは試してほしいなと思いますね。草野が大栄翔に向かっている形ですが、さあ少し気が流行ったでしょうか。相手は三役経験者です。ここからが本当の勝負と言っていいでしょう。若い草野大栄翔戦突き放していった。素晴らしい回転。大栄翔の圧力に屈した草野でした。終始大栄翔のペースでした。草野敗れています。やや受けたんでしょうか。もう普通に一方的な相撲ですよね。立ち合い一気に草野が起こされて、そのまま突き押して突き放していきました大栄翔です。大栄翔に対して初めての挑戦でしたが、草野は敗れています。こういう突っ張りの時に途中から2、3発自分で入れなきゃ、やはり親方怪我がある時期に稽古があまり満足できずに稽古できない時にはどうかわしてうまく対応していくかというのも技術なんでしょうか。そうですね、やっぱり取り組みを多く取れない時はもう本当に筋トレとか周りのトレーニングでカバーして頑張ってましたから。さあ一山本、翠富士戦、中に入ろうとする左の上手、一山本取ってどちらか、軍配どちらでしょうか。翠富士か一山本か。投げにいった翠富士。軍配は翠富士に上がっています。翠富士勝ちました。一山本を破りました。いや良くない相撲ですね。やっぱこの立ち合いのあたりは良かったんですけど、この後にすぐに刺してこの胸あっちゃダメなんですよね。刺すんじゃなくてはずに入れて押していくべきだと思うんで、ここすんなり刺しちゃうんですよね。ただ最後は豪快にした手を持って投げにいった。忘れないでちゃんとずっと自分でやってるなと思うのが、こういうその手の前の変な動きが、ルーティンがさまざまできていて、花道も少しサイドステップ気味に横を向きながら来るというシーンもあります。頭を持っていってもいいですか。さあこの対戦は王鵬が4勝、熱海富士が2勝、4対2。熱海富士が王鵬に対して負けが2つ先行して迎える7度目の対戦です。さあ熱海富士、王鵬戦、下から当たっていく。ただ入れさせない王鵬の圧力を受けた。熱海富士敗れました。熱海富士今日も敗れました。王鵬戦。ただいまのもう全てが悪いですよね。大関の方がもう足出して1個ずつ前に進んでるけど、もう肘ちょっと痛めたっていうことだったので。肘もですか。今見てますね。右肘のあたりかなりのテーピングを施しているという伯桜鵬ですが、まだ大丈夫だと思いますよ。本人はできますと、そうですね、言ってるそうですね。言いに来たそうですね。さあ土俵上は玉鷲阿炎戦。
40歳玉鷲か、それとも初勝利阿炎が取りました。阿炎初日がようやく出ました。10日目玉鷲を破っての初日。本来の阿炎の突きの強さが出たでしょうか。そうですね、はい、立ち合いから一気にもろ手でついていきました。体を起こして、右足が少し崩れるような格好に玉鷲なりましたか。いい6日間にしてもらいたいですよね。はい、自分の好きな力士の一人なので馬力、力はありますよね。そうですね、いい相撲取りますよね。さあ今日は豪ノ山に対して高安がどうさばいていくか。初日出したい豪ノ山、負け越しはしたくないという高安。4対4で迎える9回目の対戦。パチンという音が鳴り響いて豪ノ山前に寄る両まわしを持ったのは高安です。高安が巻き返していって寄り切りました。高安が勝って豪ノ山が10連敗。途中までは豪ノ山のペースに見えましたが高安逆転。もう一息というところまで豪ノ山来たんですが敗れています。さあそれでは伊勢ヶ濱親方、はい、ついにやりますか。やっぱこう伸びるんですけど、はい、それをいかにもう伸ばさないように体作りをするかっていうことをやれば、でも立ち合いやっぱりこの体が硬いんだろうなと思いますね。硬い、はい、起きた時にこの股関節、足首、膝の関節が硬いだと思うんで、起きちゃったらもう残せないんですよね、一回。柔らかさ、対応力、しなやかさという部分がポイントなんですね。さあ待ったなし、伯桜鵬初めて青錦を越えていくか。さあ下から当たった、左差した、左の回し取れたか青錦。ここから低く前に出た、寄りました。青錦が勝ちました。伯桜鵬敗れています。また青錦を越えていくことはできませんでした伯桜鵬。青錦今日取って6連勝、勝ち越しを決めた10日目です。ここから巻き返していくこと、この立ち合いだとですね、ここから思いっきり振っても巻き返していくぐらいしかないと思うので、相撲の動きってもうほとんどもう決まってるんで、上がる時の難しさ、この辺りの壁というのは感じられましたか。意外に冷静だったかなと思いますね。普段通り変わりませんでしたか。逆に意識しちゃうとダメになるんじゃないですかね。先場所10番勝ちました。その前が12勝を挙げて今場所を迎えている若隆景です。さあ若隆景、平戸海戦、下から上がっていった右の回し取った。ただ平戸海が寄る耐えたい若隆景、土俵際残せるか。平戸海寄り切りました。若隆景今日も敗れています。大関昇進に向けては厳しい状況になってきました。若隆景敗れて5勝5敗で明日11日目。立ち合いからのこの止まらずに出てるこの、これの方が素晴らしかったですね。右を差してから動き続けましたか。力強さ、支えてくれるメンバーたちが見つめる中、今日も呼吸を合わせて琴櫻土俵中央にやってきました。
いつものルーティーンです。表情は変わりました。今こうタイミング合わせているの分かりましたね。面白かったです、見事にシンクロしました。これが勝利に向けてのルーティーンです。さあ大関かそれとも関脇か。始まった。前に出ようということだからですが右に回った。張ろうとした。突き放していく。右を差しに行って左の前回しを取った霧島。一旦ここで動きが止まる。左の回し取れたか。まだ琴櫻は体が起きている状況。左の回しも取った。がっぷり四つ出た。琴櫻前に出ました。寄り切って霧島を下しています。琴櫻勝って7勝目、霧島敗れて5勝5敗。これで両者の対戦は6対1。琴櫻が5つリードかけてましたから、まあ言ってその右四つになって半面になった時にちょっと動きが止まりましたけど、まあ、そこからはここではですね、止まると本来はダメなんですよね。ここで右の下手、この後これ左も取りに行きで一安ます。心しちゃってるんで、この巻き返した瞬間すぐ出たのも良かったですね。一気にここで前に出ていきました。寄り切りました。力はあるんですよ。はい。やはり大関琴櫻馬力はあります。寄り切って7勝する部分はあるんですけれどもね。4日目から連敗6連敗で今日を迎えることになりました。優勝してからのスケジュールって何なんですか。挨拶回りとかいつもと違うような次の場所に向けてのスケジュールになるという話も聞いたことがありますけれども、あんまり変わりませんでしたか、親方は。自分の場合はあんまり変わらなかったですね。そうでしたか。さあ先場所敗れた借りを大の里返すことができるでしょうか。いっぱいキープへ向けて今日は琴勝峰戦。おっと少しタイミングが合いませんでした。早く懐に入ろうとしたが琴勝峰です。さあ仕切り直し。大の里琴勝峰戦、あっという間に大の里破りました。やや琴勝峰が横から当たりに来ようとしたところ、もろともせず大の里が打ち破っています。あっという間の決着でした。親方、何かあっけなく終わった感じになりましたね。まあそうですね。この大の里横綱の場合は、この立ち合い決して当たり強いわけではないんですけど、それが多分想像以上のものがあるからみんなこうやって飛んじゃうんですよね。一応当たった後の馬力。そうですね。ここですよね。ここからですね。まあそこを見て当たるっていうその感覚が本当にちょっとでもズレが出ちゃうんで、普段当たったと思ったタイミングで当たっていなかったり、そうですね、当たられすぎていたりすることもあるんですか。あとこの投げが強い横綱なんで、この筋肉をあんまりに作りすぎるとこう投げに行く時に体も開けないんですよね、十分に。
あスイッチが入りました。勝負の時が刻一刻と近づいてきました。豊昇龍若元春戦、今日の結びの一番、優勝は2回あります。ただ横綱となっての優勝はまだないという豊昇龍。力が増す、力強さが増す今場所です。一方冷静に相手をよく研究している、この辺りを伺える取り組みが続いているという豊昇龍。10連勝はなるでしょうか。ぐっと腕を組んで戦況を見据えるのは土俵下、横綱大野里。全く違うタイプの2人横綱ですもんね。そうですよね。表情は豊昇龍今日も変わりません。どう攻略するか若元春は。豊昇龍10連勝へ前に出た。夜投げにいった。外に振って投げに行こうという豊昇龍、見事でした。圧力十分、相手体浮いたところ見逃しませんでした。豊昇龍10連勝、全勝をキープして終盤戦へと向かっていく横綱です。力強さも感じられました。今本当に今場所一番のいい相撲じゃないですかね。今場所今日一番、は右足も鋭さがありました。若元春を寄せつけなかったという横綱でした。いやこの相撲、もう間違いなく優勝できるんじゃないかなと思います。腰の位置などもいいですか。もう全部完璧ですよ。すべて完璧という親方の表現がありました。いやー、少し下半身の動きも充実、力強さ満点という豊昇龍、素晴らしい内容でした。あと残り5日間ですね、この通りに相撲を取ってくれればですね。すくい投げでした。すくい投げで豊昇龍が10勝10連勝で、明日は霧島と、そして若元春敗れて6勝4敗、明日は大関琴櫻戦を迎えます。豊昇龍が全勝をキープ、1敗で追っていくという横綱大野里です。さあこの後は今日の取り組みをたっぷりと振り返ります。